皆さんこんにちは。写真家の井上博樹です。写真家によるこんなカメラを使ってきたシリーズ、今回は APS-C センサー機で撮る初夏と題して、1年前の登場以来この番組内でたびたびご紹介しているソニーの APS-C センサー機の α6700 を使って撮影してきた北海道の初夏といいますか、小狐がメインですよね。小狐たちを紹介したいと思います。井上はフルサイズ機はもちろん APS-C センサー機である α6000 シリーズが大好きで、いつもカメラバッグの中に入れて機会があるごとに手にして撮影をしています。北海道の春から初夏にかけては驚くほどの加速度の中で風景が変わっていきます。爆発的に増える新緑、毎日の工作で日に日に姿を変えていく田畑、そして新しい命の誕生。日の出が午前4時前、日没が午前7時以降になって、昼間の時間が異様に長くなって睡眠不足が続くのは辛いのですが、撮影を楽しむという観点からは最高の季節ということができるでしょう。こちらは井上の自宅から車で10分ほどのところにあるお気に入りの丘の上からの夕景です。この地域に移住してきた時に初めて見た絶景がここでした。あの日の感動は今でも鮮明に覚えています。さて、こういった撮影、すなわち光が十分にあって絞りを十分に絞って落ち着いて撮影するような時は、センサーサイズがフルサイズ機よりも一回り小さくなっている APS-C 機を使うデメリットは強く感じられないということができると思います。むしろ同じレンズを使っても画角がフルサイズ機に比べて 1.5 倍になる点で、よりコンパクトな機材での撮影ができるメリットの方を感じます。こちらはオホーツク地域のキタキツネを撮影しに出かけた時に通りかかった丘の畑の模様です。まるで大海、大きな海のうねりのようなダイナミックさがあります。YouTube の最大 4K というサイズのこの画面で見る限りでは、しつこいですが APS-C センサー機のビハインドなんてまず感じられません。まだ冬毛を着ているこのキタキツネにあったのは、気温が2度まで下がって雪がちらついていた摩周湖の近くでした。APS-C センサー機はボケにくいという話がありますが、ボケはレンズから被写体、そして被写体から背景までの距離の割合によってボケの大きさが決まるわけですから、 F2.8 で 96mm、 フルサイズの 35mm 版換算値で 144mm ぐらいの画角であっても、このようにザ・北海道の道路というような抜けの良いところであれば背景はボッケボケになります。ほぼ同じ位置から F2.8 で 200mm、 フルサイズの 35mm 版換算値で言えば 300mm の画角で捉えるとこんな感じ。十分なボケ感ということができるでしょう。この意味においては、フルサイズ機に比べて安価な APS-C 機を導入しておいて、その分のお金をより高品質なレンズに回すことで、同じ予算でより良い撮影結果を得られることもあり得るのです。これは動物撮影の機材として APS-C センサー機を検討するときによく検討しておかなければならないトピックとも言えるかもしれません。春の終わりの頃から初夏にかけて、北海道内のあちこちでキタキツネの新しい命を見かけることが増えます。草むらの中から聞こえてきた短い悲鳴、兄弟で喧嘩をしてガブリ鼻先をかじられています。これは痛そうです。体の大きな子がその鼻先を小さな子にガブッとやられてしょんぼりとする展開は、どこの小狐家族でも見かける微笑ましい出来事です。こういったシーンを取り回しの良い 400mm でフルサイズの 35mm 版換算値で 600mm の画角で撮影できる APS-C センサー機は実に魅力的ということができます。こちらは道東のエリアを車で移動中に出会ったエゾシカたち。この時は野生動物撮影をするにはやや短めの70から 200mm の望遠レンズをつけていたのですが、そうです。APS-C センサー機の α6700 につけてるのですから 1.5 倍の画角を得られるので、 35mm 版換算値で 300mm の画角を得られるわけです。そのおかげで空を入れずに背景が全て緑色にした切り取りができました。こういうシーンでの APS-C センサー機の画角メリットはとても大きいです。おっと、左から2頭目のエゾシカのお尻がふわっとなってきました。警戒されてストレスを感じさせているかもしれません。撮影はほどほどにして、君たちを気にしてないよという感じで次へ行きましょう。季節が進んで初夏の気配の頃、こちらは早朝の小麦の丘です。フルサイズ 35mm 版換算値で 58mm での撮影です。フルサイズ機で撮らずとも十分な描写だと思います。
APS-C センサー機のお話をしていると、 APS-C のカメラは安いんだからもっと安いレンズとの組み合わせで撮った作例を見たいというコメントをいただくことがあります。価格が安価という機材の組み合わせでどう映るのかという点を見てみたいということだと、これも理解できるのですが、 APS-C センサー機の画質などの性能面でのポテンシャルを見る上では、フルサイズ機とともに使うことが多い高価なレンズとの組み合わせで作例撮影と紹介も必要だという点を理解いただけると幸いです。特に近頃は安いからという理由だけで APS-C センサー機を導入される方だけでなく、その画角やその大きさに強いメリットを感じて導入される方も少なくありません。どうかご理解いただきたく思います。とお願いしたくなるぐらいいい写りです。はい、次行きましょう。春の終わりの頃は巣穴の出入り口だけでそっと活動していた子狐たちですが、日が差して暖かくなると巣穴の周辺で小さな大冒険を始めます。とはいえ、一人で広いところに出るのはまだまだ怖い。そんな様子を捉えたのがこのカットです。400mm のレンズに 1.4 倍のテレコンを装着して 560mm、 そして APS-C センサー機での撮影なので 1.5 倍の画角となって、 35mm 版換算値でいうと 840mm の画角での撮影です。遠くからそっと撮らなければならないことが多い野生動物撮影では心強く、そして憧れの超望遠撮影が可能になります。前のカットから1週間も経つとだいぶキタキツネっぽい雰囲気が増えてきています。とはいえまだビビり、いやいや慎重なので、兄弟同士でくっつき合いながら外の世界の様子を伺っています。子狐の顔が2つ出てくると、絞りを開放から F8 あたりまで絞って撮影することで、2つの顔両方にピントが合うようにするのが定石です。でもそうするとボケが小さくなってしまうデメリットもあります。そう、せっかく F 値の小さい高価なレンズを使っているのに残念なことになってしまうんですね。そこでボケ量を維持して立体感を残したまま写し取るためには F2.8 のままにして、右側の子狐が歩いてこちらに進んできて、レンズから左の子までの顔の距離と右の子までの距離が揃う瞬間にシャッターを押して連写をするんですね。そうすることでこういったカットを得ることができるようになります。もうじき切ない季節がやってきます。初夏から盛夏、夏の盛りにかけて子狐たちは活動範囲をどんどん広げていきます。そのため例年チェックしている巣穴の周辺から離れて、より機能的な隠れ場所を見つけて、そこを新しい住処にして一人でご飯を探す活動を始めているようです。家族での賑やかな生活から狐のイメージそのものの孤高な生活へ、井上にとってはこの季節がとても切ない季節なのです。井上は写真を撮影すると、その撤収前にそのまま映像の撮影もするということが多いです。カメラが複数台あれば、そのどれかで映像を収録するようにしています。この番組の冒頭でお見せしていた映像は、今回の動画でご紹介している APS-C センサー機の α6700 で撮影していたものでした。4K120p まで撮影できて、映像撮影用のカメラとしてとても優秀で、コストパフォーマンスが異様に高いのが売りと言っても良いでしょう。ここで改めてそんな APS-C センサー機である α6700 で撮影していた子狐たちの映像をご覧ください。いかがだったでしょうか。
写真家によるこんなカメラを使ってきたシリーズ。今回は APS-C センサー機で撮る初夏と題して、1年前の登場以来、この番組内でたびたびご紹介しているソニーの APS-C センサー機の α6700 を使って撮影してきた北海道の初夏の写真と映像をご紹介してきました。かつては安価だから入門用に APS-C センサー機をという考え方がありましたが、今日では価格に加えてその筐体のサイズや重量の小ささ、価格のメリットなどを積極的に捉える方が増えてきています。手に取る皆様それぞれの被写体との関係で選ぶべきカメラボディになっているのかなと思います。今回の写真表現ゼミが皆様の次のカメラボディ選びに役立てれば幸いです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。